こんにちは、スイーツ男子まさやです。今日は、みんな大好き生シフォンケーキを作っていきたいと思います。誰でもおそらく簡単に作れると思いますので、楽しんで皆さんも一緒に作っていただけたらなと思います。それでは早速材料、薄力粉 45g、 牛乳 20g、 サラダ油か米油、植物性の匂いがないもの 20g、 卵2つ、そしてグラニュー糖、卵白用に 30g、 そして卵黄用に 10g を用意してください。あとバニラオイル用意してください。そしてこのパウンド型で作りますので、このパウンド型、これは18センチの型ですねを用意してください。で、あらかじめ、クッキングシート置いておくと楽です。それでは早速やっていきましょう。まず卵白ですね。卵白と卵黄を分けます。この時にちょっと卵黄が割れちゃったりして、ちょっとね卵白の方に入ったりしちゃう時あるんですけど、できるだけ取り除いてあげれば全然大丈夫ですので、恐れずにやっていきましょう。卵黄を割っていきます。グラニュー糖を混ぜます。で、グラニュー糖のザラザラ感がなくなるまでしっかり混ぜてください。こんな感じでちょっと白っぽくもったりしてきたら OK。 牛乳と油を入れます。はい、ここでしっかり混ぜとかないと分離してしまって失敗する原因になりますんで、はい、ちゃんとしっかり混ぜましょう。そしたらここにバニラオイルを数滴、バニラエッセンスとかでもいいんですけど、バニラエッセンスだと熱でちょっと香りが飛んじゃうので、バニラオイルの方がいいかなと思います。僕はバニラの香りが好きなんでちょっと多めに入れたりしますね。薄力粉 45g、 ベーキングパウダー 2g を混ぜ合わせたものです。で、これなんかちょっとこういうねちっちゃいのでくるくるって回して混ぜてあげると、ちょっとベーキングパウダーがムラなく混ざりやすいです。はい、で、今回ちょっとこのねちっちゃいミニこしでやるんですけど、これで必ずこした方がいいです。粉類はダマになるとやっぱり食感が美味しくなくなっちゃうので、こうやってねダマになってるものがあるんで、これ意外となくなりますね。混ぜます。こんな感じで、はい、リボン状にタラタラと落ちると思います。180度で予熱してください。はい、はい、グラニュー糖 30g をもう一気に入れます。ドン、混ぜていきましょう。グラニュー糖は3回に分けて入れるとか言いますけど、やっぱタイミングが難しいと思うんで、怖い人はもう最初に入れちゃっても問題はないというらしいので、はい、最初に入れちゃった方がミスが少ないかなと思います。ハンドミキサーの高速一番速いので、
メレンゲを作っていってください。はい、だいたいこのくらい角が立つくらいですね。ピョンってなるくらい、ちょっと速度落として低速でメレンゲのキメを整えていきます。高速で立てたことによってだいぶキメが粗いメレンゲになってるんで、ちょっと低速でまた立て直すことによってキメが細かいメレンゲに仕上がります。はい、そしたらさっきのですね卵黄の種の方にメレンゲを合わせていきます。でちょっと硬いのでちょっと馴染みにくいと思うので、メレンゲを先にちょっと一すくいくらいして合わせちゃってください。はい、残りのメレンゲを入れます。ポンとちょっとある程度このホイッパーで混ぜて、なじませます。である程度混ざったら次は、さっきのゴムベラに持ち替えて下からすくうように、はい、メレンゲの、を潰さないようにねちょっと意識しながら優しく、はい、混ぜます。はい、こんな感じです。ふわふわです。そしたらあらかじめね用意しておいた型に流し込んでいきます。入れます。何回かショックを与えて空気を抜いて、ください。ということで予熱が終了しました。これを、入れてきます。で170度25分から30分見といてください。一旦25分ではい、開けます。はい、焼き上がりを見ます。竹串で真ん中らへん刺して生地がついてこなかったら焼けてます。ちょっとだけ怪しいかな。念のためもう1分半だけ戻します。はい、焼けました。竹串を刺しておそらく大丈夫かなと思います。そしたら焼き上がったらショックを与えて、熱いので気をつけながら取り出します。はい、やばいね、美味しそうだね。でこれちょっと腰折れしちゃってるんですけど問題ないです。ここね折れちゃってるんですけど、後でどうせ生クリーム入れるので問題ありません。これは粗熱をしばらく取っておきます。その間に生クリーム、200g のもの、説明書通りに生クリームかけてください。その時に生クリーム立てる時は、氷水にかませて、はい、氷水にかませて立てましょう。出しすぎた。はい、そしたら生クリーム 15g、生クリームじゃねえやグラニュー糖 15g を生クリームに入れてください。泡立てていきます。8分立てくらいがちょうどいいと思います。一旦こいつ火なの。いい焼き上がり。生クリーム入れていくんですけど、この焼いたシフォンのサイドですね、トンネル作るイメージで、はい、
でこれもう貫通させて大丈夫なんで、はい、生クリームのね入る隙を作ってあげるイメージで、はい、穴広げていってください。そして生クリームを入れていきます。これこのまま食いたいもんね。もう生クリームちょっと口がねでかいか、ちょっとでかいなミスったな。ちょっと荒技でここはちょっとうまいことやってください。出てるね出てるね。で反対に持ち替えたりして生クリームでね膨らんでいくのが分かります。ずっしりしてきました。生クリームでラスト、はい、だいぶずっしり入ったと思います。生クリームで終わったら粉糖とかをね上にかけてあげてもいいと思います。はい、こんな感じで切っていきます。一応完成でこのままでも全然美味しく食べれると思います。ただちょっと生クリームが余ったのでデコレーションっぽくしていこうかなと思います。はい、ということでいただきます。まあいちごはそれはうまい。いいね、うまい。とっても美味しいです。やっぱバニラの香りが好きな人は、ちょっと多めに入れた方がいいと思います。めっちゃ香りがね、バニラの香りがしてめっちゃ美味しいし、ベーキングパウダー入れなくてもいいんですけど、メレンゲ立てる達人じゃないと多分なかなか膨らみづらくなっちゃうと思うんで、ベーキングパウダーに頼ってやった方が失敗しづらいかなと思います。いちごとかのせなくてもいいと思うんですけど、なくても本当に単体でもすごい美味しいんで、皆さんぜひぜひ一緒に作りましょう。はいいただきます。絶品。マジでありがとうございます。あありがとう食ってくれて。りがとう。バイバイ。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。